ゆたおです。今回はこの笑顔を守りたい叫ぶ尻尾の紹介をしていきたいと思います。はいどん。9分でわかる叫ぶ尻尾のすべて。タイプはフェアリーエスパーで毒ゴースト鋼が弱点、エスパー半減格闘4分の1ドラゴン無効。今作だとゴースト弱点なのはちょっと使いづらいよりですね。種族値的には耐久面素早さが優秀、変化技も豊富なので補助型向きです。自己再生とかの高速回復技を覚えればもっと使われてたと思うんですけど、残念ながら覚えないのでそこまで採用率は上がっていない。ちなみに月刊オーカルチャーに10億年前のプリンって話があるんですけど、10億年前ってようやく単細胞が多細胞になったくらいなんで、間違いなくガセだと思います。ここから詳しく説明していきます。特性は古代活性だけ。ブーストエナジー持たせるか、晴れの時に一番高い能力を上げられるいつものやつですね。叫ぶ尻尾くんで使うなら防御、特防、素早さのどれかを上げるのが基本。ただこの子は耐久を重視したいことが多くて、耐久上げたいならお盆とか食べ残しでいいってなりがちなんで、特性使わないことも多いですね。ちなみに一応特防と素早さの個体値を少し下げて攻撃か特攻に特化すれば攻撃特攻を上げることもできますけど、それをやっちゃうとアタッカーなどがバレて不意をつけなくなるのでいまいちって感じです。素早さ関係。素早さ種族値111はマスカンや轟付き鉄の武人より遅いけど鉄の毒よりは1早い。ちなみに一過点済みと同速です。ただこの子は耐久に努力値振りたくなるので、最速じゃないところでどれぐらい速いかっていうのも重要で、正確補正かけずに努力値252振るとミミッキより1速いライン。素早さ無振りだとアーマーガーより1速いですけど、素早さ努力値28振れば気逃さを抜けるので、それぐらいは振っておいた方がいいと思います。技。この子は補助型が中心だと思うんですけど、とりあえず攻撃技から。意外と豊富です。タイプ1の物理技では、フェアリーだったらじゃれつく。エスパーは壁を壊せる命中安定のサイコファングの方が使いやすそう。ひるみが狙える思念の続きもありです。ただ攻撃速値低くて、65ってどれくらいの火力かイメージしづらいと思うんですけど、攻撃努力値振っても鉄の包みを倒すのに3発かかるっていうくらい。弱点ついたり防御ペラペラな羽ばたっかみ相手ならようやく2発で倒せますけど、積み合わせとか使っていかないとアタッカーとしては厳しいですね。特殊方面のタイプ1技はマジカルシャイン、サイコキネシス、サイコショック、アシストパワー。ムーンフォースと、あと回復ソースにもなるドレインキッスを覚えないのは残念。特攻種族値も65しかないのでアタッカー運用厳しいのは物理と同じですけど、アシストパワーはタイプ1で打てるので、耐久生かして瞑想とか積んで殴っていくのは面白いです。他注目の攻撃技では、爆音波を覚えて威力140の壊れノーマル技。特攻特化でこだわりメガネとかノーマルテラストルで火力を上げて使うと、ヒットポイントフリーの水ドトムとか耐久無振りのガブリアス、鉄の毒あたりを確定2発。めっちゃ強いってわけじゃないけど相手の意表をついてそこそこの火力を出すことができます。ドレインパンチは回復ソース。使うなら火力強化できるビルドアップとセットでしょう。あとは素早さを落とせる岩石封じは起点作りで便利。投げつけるも電気玉とかを投げつけて相手を状態以上にできるんですけど、デンジャーと比べて気合の助けを潰せますし、この子だと相手の挑発に強いのもいいところですね。サブウェポンは他に炎技は結構重要で、物理なら炎のパンチ、特殊なら火炎放射大文字、エスパーフェアリーが通らない鋼の打点で、特にサーフ王に身代わり張らせないように採用はあり。雷パンチ、冷凍パンチ、噛み砕く、地弾打、10番ボルト、雷、冷凍ビーム、吹雪、草結び、気合玉みたいな感じでいろいろと覚えて、基本的には火力低いので採用しづらいんですけど、こだわり鉢巻きとかメガネとか使ってアタッカーにしたい時には環境に合わせて採用することもありそう。ここから本命の補助技です。この子本当補助技ばっかり使われてるんですけど、一番使われてるのはステルスロック、アンコール、滅びの歌、電磁波あたり。ステルスロックは気合に助きとかマジスケール潰し、アンコールは相手が補助技使ってきた時に固定して攻撃できなくしたり、攻撃技でも高速に効かない技で固定できれば起点にできたり何かと便利。滅びの歌は叫ぶ尻尾出すと相手が積んできたり身代わり張ってきたりしがちなんで、そういったポケモンに交代を許容できるので重要です。リフレクター光の壁の両壁を張ることもできますし、トリックルームもできるので、ほんと起点作成なら何でもできる感じ。ついでに転校技も日本バレー、雨乞い、砂嵐、雪景色全部覚えます。積み技は瞑想、ビルドアップ、ド忘れ、しかもバトンタッチを覚えるので、耐久生かして積み技積んでバトンタッチする動きができます。瞑想積んでからのアシストパワー、ビルドアップ積んでからのドレインパンチもできますけど、軽くないのでバトン狙う方がよく使われてますね。能力下げる技で雄たけびがあって、相手の攻撃と特攻を下げられるので、耐久型したい時とか起点作りに使えたりします。あとは怖い顔、薄泣きもありますね。トリックを覚えてこだわりアイテムとかを相手に押し付けられて、他相手の妨害だと金縛り歌う封印とか。
金縛りは守った後に金縛りで相手の打点を封じるのは有名ですけど、アンコールした後で金縛りにして悪あがきしかできなくするっていうコンボもあります。回復は自己再生とかの一ターンで回復できるみたいな技はなくて、願い事と眠る。願い事使う場合は守るとセットだと使いやすいですけど、技スペースがなくなるのが悩みどころ。手助けはダブルでのサポート技ですね。手助けの候補。よく使われているのはノーマル。弱点のゴースト技を無効にできますし、弱点の数も減らせるので耐久型するのに相性がいいです。鋼も弱点の鋼を半減、毒を無効にできるので有力。他はアタッカーよりだとタイプ1のフェアリーエスパーとか、鋼に弱点をつける炎もあります。型をまとめるとこんな感じ。まずは起点作り。先発で使ってステルスロック巻いてっていうのがよく使われている型。アンコールとか滅びの歌で自分が起点にされないようにしながら、余裕があれば電池破壊石封じ、おたき火とかで相手をさらに弱体化していきます。耐久はかなりあるので、努力値振っておけば気合の助けはなくても大体1回は耐える。今の環境だと特防を少しだけ振って、こだわりメガネ羽ばたく神のシャドウボールを1回は耐えるようにしておくのがいいと思います。持ち物はこの子とにかく挑発がよく飛んでくるので、それでも1回は動けるようにメンタルハーブが便利。それ以外だったら行動回数を増やせるように黄金の実とかが使えます。起点作りだと壁張りもよく使われています。リフレクター光の壁を張って後続につなげていく形ですね。相手が補助技でターンを枯らそうとしてもアンコールで縛ることもできますし、滅びの歌で相手の交代を促してこちらが後続を出す隙を作ることもできます。この方の時は持ち物光の粘土が有力になってきますね。ちょっと変わった方だとトリックルームを使ったこんな方もあります。滅びの歌を打って守るでターンを管理しながらこちらが落ちる直前でトリックルームを使って後続につなぐのが基本ですけど、ラスト1匹同士になった時に滅びの歌を使ってこちらの方が早い時はトリックルーム使って相手の方が先に動くようにして相手が先に滅びの歌で落ちるようにするっていうこともできます。滅びの歌を使わずにトリックルーム使った後後攻でバトンタッチして後続につなぐのもありです。ここからは積んでいくタイプ。バトン型は結構使われていてビルドアップか瞑想を引き継ぐのが基本。身代わりも引き継げるとかなり価値に近づけます。叫ぶ尻尾耐久があってかなり速いんで、例えば弱点ついてくるドドゲザンと対面しても先にビルドアップ積めばアイアンヘッドを余裕で耐えられるんで、ビルドアップ2回積んで後続につなぐくらいのことはできます。バトンの面白型だと歌を使って当たったらその隙に積んでバトン、当たらなかったら空振り保険で素早さ上げてバトンみたいなこともできたりします。強いとは言ってない。積んで自分で殴っていく方もあります。物理だとビルドアップ積んで回復ができるドレインバンチを打っていくような方。積み切るまで願い事で回復、ド忘れで特殊方面の耐久も上げられます。ただこの方だと努力値耐久に振らないといけないので、それなりの火力を出すためには結構積んでいかないといけない。格闘でラスタル使う前提でも4回くらいは積まないと火力出ないかなっていう感じで、ちょっと味方のサポートが欲しいところですね。持ち物は積み切るまでに時間がかかるので、回復ソースの食べ残しが基本だと思いますけど、相手より先に動いて防御とか特防とかを上げた方が硬い意味もあるので、ブーストエナジーで素早さを上げるのもありだと思います。特殊で積んでいく方だとアシストパワー使う方が基本かな。例えば瞑想3回積むと技の威力は140。特攻アップテラスタルと合わせるとこっちが特攻無振りでもヒットポイントフリーのロトムを一発で倒せるくらいの火力が出ます。防御を上げるためにビルドアップ積んで能力を上げたりした分もアシストパワーの威力アップにつながるのがおしゃれポイントですね。あとは意表をついてアタッカー運用するのもありますね。物理だとこんな感じ。もちろん火力的には微妙ですけど、こだわり系持てばそれなりに火力は出るんで、相手がどうせ起点型だと思って挑発とか打ってきた時に火力出していけるのは楽しい。トリック使えますけど、相手に先制で挑発打たれると目も当てられないので、そこは注意です。特殊だとこんな感じですね。爆音波はタイプ1のマジカルシャインとかサイコ検出より威力が出るので、爆音波中心に攻めていくことになると思います。はい、だいたい9分。さあ、対戦の方やっていきましょう。1戦目は一番オーソドックスな起点作り。基本的に叫ぶ尻尾先発で、その後とどろく月ミミッキあたりの積みアタッカー出していって、最後素早さが速いサンタとか、こだわりスカーフサーフボーとかで締めていくみたいな感じです。で、お相手は羽ばたく神サンタくん。挑発とか持ってる子が結構いる。カバルドンも行って先発読みづらいけど、でもカバルドンはこっちアンコールあるから問題ないか。って言ってもやること決まってるんで、とりあえず叫ぶ尻尾。サンタくんかな。これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。正直サーフ王さえなきゃ何でもいいみたいなところあるんで、相手にいてもできるだけ選出しないようにパーティー組んでますね。お相手は鉄の包み、こっちは叫ぶ尻尾くん色違い。赤目の子が欲しくて珍しく厳選してきたんですよね。さあ、ブーストエナジーを発動していく。ちょっと意外っちゃ意外かな。ここ
相手が挑発打ってくるかもしれないんですけど、ここは最初はステルスロックから入っていきましょう。身代わりか。いやでも一応岩石封じあるんでなんとかなると思うんですけど、っていうかこの子本当思ったより背中大きいですよね。頼りにしてくれって背中で語る古代プリン。ここは岩石封じで身代わり壊していきましょう。アンコールやっぱりありますよね。ただこっちはメンタルハーブ。挑発だけじゃなくてアンコールも1回無効化できるんで、やっぱり一番安定の持ち物だと思う。岩石口で身代わり壊れるよね。もし壊れなかったらドリップ値振り直さないとですけど、よしよし。さすがに壊れていく。叫ぶしっぽくんノーウェポンの方も多いんですけど、一つ攻撃技あるのは安心感ある。ハイドロポンプ。いい耐久。これが叫ぶしっぽくんのいいところ。岩石封じで素早さ下げていって、これは打ち合い勝てそうかな。引っ込め。誰が来る？ウェーニバルくん。ウェーニバルくんなら素早さ落としていけば大丈夫。自信過剰で攻撃上げていこうっていう感じだと思うんですけど、ってちょっと待って。外しはダメ。外しちゃダメなんですよ。ここで外しか。最初に素早さ落とせなかったの痛いな。もうおたけびに切り替えましょうか。どれだけ素早さ上げても攻撃が下がれば問題ないってことでいきましょう。おたけびあんまり使われてないっていうか、使われてるの見たことないんですけど、起点作りには面白いと思うんですよね。アクアステップ、素早さ上げてくる。お相手遅いな。軽くひねってあげましょう。挑発持ってる。まあ、程よく突き出していきましょう。挑発持ってるなら最初から打ってくるかと思ったけど、てかもうちょっと早く交代した方が良かった気がするけど、今回の轟付きオーソドックスな飛行テラスタルでブーストエナジー。叫ぶ尻尾が作った起点で竜の舞を飛んでいきたい。ビルドアップ。ビルドアップか。どういう方かな。防御相手上がってますけど、攻撃はまだ低いので、一回テラスタルして様子見ましょうか。一応格闘技警戒持ってない気もしてるんですけど、テラスタル相手切ってないですね。ビルドアップ。だったらこっちこのまま殴っていけばいいんじゃないかな。相手ウェーニマルくんでテラスタル切ってくる気なさそう。先制できた。防具上がっててもこの超火力は受けきれない。起点作っての轟付きほんと強いし、アンコール持ちの相手にも起点作れたのは叫ぶしっぽくん優秀。対戦ありがとうございました。もう一戦やっていきましょう。もう一戦やっていきましょう。今度は叫ぶ尻尾は積んでいくタイプですね。お相手はキラフロル。相手も起点作りかな。こちらもオーロンゲで起点作りをしていきます。キラフロルくんだと殴って毒火しまかれちゃうとやりたいことやりづらくなるんで、そこだけ注意なんですけど、覚えてるよ。ここどっち出してもいいですけどね。主役なんで叫ぶ尻尾出していきましょう。今回のパーティーはオーロンゲ起点から後ろに叫ぶ尻尾と轟付きのダブルエース。叫ぶ尻尾をバトン型にするのもいいんですけど、今回は積んで相手を倒していくポケモンを2体用意して全撃2回狙っていく感じです。で、さすがの耐久。
壁もあって能力も下げてるんで抜群でもこんなもんです。じゃあここから積んでいきましょう。叫ぶしっぽくん素早さ速いんで相手より先に動いて積んでいけることが多いのがいいところ。これで威力が11段階で240ですね。さすがにオリーバくんも一撃だと思う。アシストパワーをくらえ。めっちゃ楽しい。この技構成だと悪タイプどうしようもないんで、その辺考慮するならもうちょっとパーティー単位で悪タイプに強くするか、それかビルドアップか願い事切ってマジカルシャイにするかっていう感じですけど、お相手やっとらーんですね。テラスタル切ったら落とせるんじゃないかな。落とせる落とせる。コロさん、対戦ありがとうございました。今回はここまでです。